細胞が死滅をしてまた生まれる、ね、生と死を繰り返してるんですね。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は人類の可能性についてお話をさせていただきます。この私たちの体っていうのがね、小宇宙と考えてね、修行をしていくっていうのがね、ヒマラヤ秘境の恩恵なんですけどね、宇宙がね、もう壮大な宇宙で、もう木があったり生物がね生きていて、またいろいろな鉱物とか山があり谷がありね、この、地球ですね、その他太陽があり月がありね、惑星がありって、こう壮大な宇宙を作った存在がいてね、これどうやって作ったかみたいなね。で限りなく人間は、例えばキャメラだったらこの人間の目の構造を研究してね、目がどうやってこう網膜に映し出されてね、そうやってこう記憶したりね、それを写真に残したいとかね、または映像としてとか、耳の機能を研究して、もしかしたら電話とか通信機能とか、そういう順にそれがね発展していったと思うんですね。鳥が飛べることがね、どうして飛べるのかって、飛行機を作り出したり、鳥のように羽をやってね、ダーって飛ぶと、この気圧の関係でね、でぐっと浮力が発達してガーって上に上がるというか、鳥はなんか羽ばたいて、なんかここら辺の気圧をねコントロールして上に行くんだと思いますけど、それからすごく鳥がね、鳩胸って言って、すごい姿勢がいいっていうかね、一本足で立ってるんですよね。だからその一本足で立つって、人間はとてもじゃないけど立てないんですけれども、超自然の力っていうのがね、神様がそうやって一本足で立って、それがずっとエネルギーの道っていうのが無駄なく、その肺に空気が入って、頭が小さくてね、飛べるような形なのかなって。下半身がそんなに肉がついてない。で下半身が肉がついてる象みたいなものがドンと安定してるというか、それぞれのこの土地にあったね、それは生態系で何か発達してるんですけど、人間もそういうところから学んで車を作ったりね、どうやって速く走れるかみたいなね。今もうすごいテクノロジーが発達しね、雷とか電気がどうやって発生するかね、重力線とかね、電気とかね、そういうもののいろいろな物質を細かく分けていってね、原子力の力とかね、核融合とか核分裂とかね、どんどん発達して、で私たち瞑想って一体何なのかってね、神様になっていく、その宇宙を作り出した源の存在と一体になっていく、どこから送られてきたのかって、普通瞑想っていうとちょっとねリラックスして体を休めて、心を休めて回復するっていうね、だけど本当にそういう錬金術のようなね、ヒマラヤ秘境の恩恵っていうのは変容させてね、鉄に不純物があって、その鉄を純粋にするのに7000度くらいの温度にして、液体にしてね、で遠心分離機にかけると、その比重によってね、ゴミと純粋なものと振り分けられるわけですね。本当に純粋な鉄だけを抽出する、変容するっていうね。でそれをまた固めるとね、純粋な鉄になるとか、水が温度が下がると氷になるわけですよ。で氷がいっぱいあるとしてね、氷の塊が、人間のような形にもし作ったとしてね、でそれが0度以下だとマイナスだと氷になって
物質化して目に見える形個体になるわけですね。でそれが温度が高まると液体になるとこういくつもこう塊があってね、一つ一つの個の存在だったのが一つになってこう水になって溶け合っていって、でそれさらにこうだーっとこうね火で温めてね、こう分子がこう中でこう踊り踊ってね、100度になってふってになると変容して空気中に飛び出して水蒸気になって、それがわーっとそのね分子がこう外れたりね、そういうふうにこう形が変わっていく。で瞑想でもその瞑想をやって私たちの肉体がいろいろこう形を変えて、そして汚れがね溶けてね、でいらないものがこう執着とかそういうような溶けて純粋にしていくっていうプロセスなんですね。だからその私たちの中に土のエネルギーがあり、水のエネルギーがあり、火のエネルギーがあり、風のエネルギーがあり、空のエネルギーがある、で音と光があるってね、こういう宇宙の素材でできているこれを錬金術とこう変容させていく瞑想と修行でね、そして神と一体になっていく、源に帰っていくっていう涅槃に入っていく究極のサマディっていうのはそういう修行なんですね。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。今科学が発達してね、どうやったらエネルギーが出るかとかね、原子力発電とか、そういうのだったら例えば核融合してどういうエネルギーを出すか、私たちの体の中でね細胞が死滅をしてでまた生まれるってね、生と死を繰り返してるんですね。生き続けて、それはインドの哲学でもね、そういうアートマンっていうところから生まれてね、生まれる時のエネルギー力とね、それから生き続ける愛によって生き続けるっていうね、それを、インドのそのエネルギーの名前をね、最初はブラマっていう名前をつけて、それからこう生き続けるのはビシュヌっていう愛のエネルギー、最後はシバってこう形のあるものは死滅してなくなるという、でその生と死を繰り返してまた誕生するっていう、常にこう繰り返して、それは細胞のレベルでそういうことも繰り返してるしね。それからこの私たちが一生生涯生きてまた死んで、でまた転生して輪廻転生で生まれてっていう大きなスパンのね、で地球が生まれてとかずっと続いて何年とかね、小さな死滅命が短い生物もいるし、1年草とか2年草とかね、植物だったらそういうのもありますし、そういういろいろなこう変化を常に変化をして、そういう変化の中で、人間がいろいろねこういろいろ便利なものをこう作り出してね、そしてどうやったらこう若返るかとかね、内臓こういう細胞がね、どうやって細胞の中のねこうゴミをこう取っていく。だからうちでねこう瞑想していくとね、20歳こう合宿とかで若返る、錬金術のようにね。だから材料はプラクリティだから、材料を良くするっていうのと大元のね作り出す力、それはプルシャっていうんですね。だからそういうものに到達していく、その物質さえも超えていく、その皆さんが自分でその修行をして、あるいはこうマスターからいいエネルギーをいただいてね、品格のいい人になっていくっていうね。で今世の中やってることはこう外から取り入れてね、何かをこう補って作り出すって。だから例えばビタミンを外から補うとかね、なんかのこう若返りの薬を外から補うっていうか、自分の力は目覚めない。だから自分の力を目覚めさせるっていうのがね、不滅の
存在につながっていくとね、でものすごい可能性が出てくるんですね。だからそういうこれからねさらに目覚める人が増えてくるように、ヒマラヤ秘境の恩恵っていうのは沈めるっていうんじゃなくて、目覚めさせて、で積極的にゴミを溶かして捨ててね、さらにこういい潜在能力をね目覚めさせる。例えばクンダリーニとかね、こういろいろなそういうエネルギーのセンターがあるんですね。そういうところを目覚めていくと、さらにね頭が良くなったりね、愛が出てね、すごく思いやりのある人になったりね、で生命エネルギーが高くなって免疫力が高くなって病気に打ち勝つ。外から蜂蜜を飲んでこうやるんじゃなくて、自分の中からね免疫力が強くなる。瞑想の力によっていらないものがどんどん溶けてね、で必要なものが目覚めてね、エネルギーの消耗が少なくね充電されてね、でいろいろなところが修復されて、そして瞑想の後元気になるみたいなね。だから何か外からこう取り入れるんじゃなくて、中から湧き上がるその回路を皆さん目覚めさせていくというね、私たちがいただいたこの体と心がね、素晴らしい神秘の力が眠ってるんですね。それをこうみんな気づかないで、外にお金をものすごい使ってね、すごいいろいろなものをこう探し求めてね、なんか注射を打ってもらいに行くとかね、そんなこともちらっと聞いたことがありますけど、ぜひ4型のところにいらしたらね、1週間の合宿で20歳考えらしてあげますので、ぜひねあなたがどこもね傷つかないで、むしろね輝くというね、単にどっかの細胞が若くなるんじゃなくて、脳細胞も良くなるしね、内臓の細胞も良くなるしね、目の細胞も良くなる、耳のね総合的に良くなるっていうことなんですね。どういう未来か分かる。科学がものすごい発達するんですけれども、それは全てねこの神の力に、ね、勝つことはできないんですよ、まだまだ。それを今紹介してますので、ぜひね皆さん体験して生涯ね素晴らしい人生を送っていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。何か感想がありましたらコメント欄にぜひコメントをお寄せください。よろしくお願いいたします。